ちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらのトップスのご紹介をしたいと思います。こちらはですね、この模様がちょっと太陽みたいに見えるなと思ってサントップスっていう名前にしました。で、こちらなんですけど、キーティーキーティーキーティーのオリジナル糸のコードの落ち葉というカラーを使って編んでます。その落ち葉っていう糸が、ちょっとこうカーキと、なんかこの、なんていうね、くすんだミントグリーンみたいなベージュみたいなお色をこうねじねじねじってして作ってる糸なんですけど、ちょっと編んでみないとなかなか伝わらないんじゃないかと思って、というか私的にも夏のトップスを編みたいなと思って、作った糸だったのでこんな感じで編んでみました。でね、こんな風に糸が、わかりますかね、ちょっとね、色がこうメランジっぽく混ざって編み上げると、こうメランジっぽく混ざって見える糸になります。いかがですか？こんな感じで。前身頃も後ろ身頃も同じように模様が入ってます。で、脇の部分はちょっとシンプルな模様、長編みと鎖編みと長編みを繰り返す模様にしていて、裾はこう、裾から拾ってこっち向きに編んで、最後こうスカラップみたいな縁にしてます。で、アームホールは全部長編みで間にピコット入れるっていう編み方自体は結構すごくシンプルな編み方になっていると思います。で、組み立て方も肩と脇をつなぐ、ベスト型なので、脇と肩をつなげるだけ。なので、すごく簡単に編めるトップスになったかなと思っております。で、柄もね、結構単調なので、あんま悩むことなくスイスイ編んでいけるんじゃないかなと思ってます。もうほんとこれめっちゃ可愛くて、私今度これをリンヌの中で編もうと、キラキラにしようと思ってます。それも楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではですね、編み始める前に概要欄にオンラインストアの URL、こちらもキットと編み図販売するので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。あと、目次代わりに使えるチャプターだったり、道具何使ったなど概要欄に記載するので、もしよかったら見てみてください。それでは早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティーキーティーキーティーのコードアイブトです。これの落ち葉というカラーを使って編んでいきます。使用するかぎ針は4号針。基本的には5号とかが推奨の糸なんですけど、ちょっとみちっと編みたいなと思ってちょっと細めの4号を使っていきます。それではまずは鎖編みを121目編んでいきます。はい、このようにして針に糸をかけて鎖編みを編んでいく。121目です。121目編みました。それでは1段目編んでいきます。1段目はすべての目に長編みを編みます。まずは立ち上がり鎖3目で、鎖3目編んだらこの3目は長編み1目とカウントします。で、ここ121目目はこの鎖3目の台の目となるので、120目に針を入れます。で、この鎖1本と裏山を拾って次の目も同様に鎖1本と裏山を拾って長編み編んでいきます。1段目も編み終わりました。全体的な模様はこんな感じ。サイド脇の部分はこの V の字柄の、模様が入ってきて、2列1列2列でこの四角いメッシュが並んでるイメージです。で、この真ん中の1列の脇にまたこの V の字柄の模様が入っています。それでは2段目編んでいきます。立ち上がり鎖1目長編みで2目飛ばして、この長編み鎖長編みをこの1目に対して編み入れます。で、2目飛ばしてまた同じように編んでいって、1234567柄編んだら長編み3目で、鎖3目編んだら1目飛ばして長々編み、1目飛ばして長々編み、1目飛ばして長々編みを4目編みで、鎖3目で長編み3目で、また同じように編みます。そしたら長編み3目編んで、またこの V 模様を長編み3目で、ここは1回この長々編み4目が入って、ここと同じ模様が入る。で、ここ2回繰り返す。
そして斜めという風に編んでいきます。斜めじゃない、7模様ですね。という風に編んでいきます。それでは編んでいきます。立ち上がり鎖編みを1、2、3目編みます。で、前段の最後の長編みに長編みを編む。そして2目飛ばして長編み、鎖編み、長編み、これを1つの目に編みます。で、この模様を7回繰り返す。そして前段長編みに長編み、長編み、長編みで、次は1、2、3目鎖編んだら、ここの長々編み4目に細編みを4目、でまた1、2、3という風に編みます。4段目まで編めました。こんな感じの模様ができます。それでは5段目、ここまで同じで、この長々編みは間に鎖1目を入れながら、ここの細編みに編んで、この扇形になるように編みます。それを各このボックスの中で編んでいくようにします。1、2、3、4、5段目、鎖1目、長々編みをここの細編みに長々で、また鎖1目、次の細編みに長々、鎖1目、長々編み、鎖1目、長々編みで鎖1目と編みます。そうするとこういう風な、なんていうか太陽みたいなメッシュが編めていきます。それではですね、この編み方で図案だとこの長編みがまたここに来るんですが、次の長編みはこういう前段が鎖の部分は側ですくって、長編みの部分は長編みを編んでという風にして、模様を編んでいきたいと思います。23段目まで編み終わりました。そしたらここからアームホールを編みながらぐーっと減らし目をしていって、最後は襟ぐりの方を編んでいきます。編み図はこちら、今ここで編み終わってるので引き抜き編みでここまで移動して鎖3目で立ち上がり長編み、そして模様を編むという風に24段目編みます。で25段目以降もこの編み図を見ながら編んでいっていただけたらと思います。ぐーっと減らし目をしながら43段目まで編みます。それでは24段目編みます。引き抜き編みで移動していきます。指定の位置まで移動。ここ糸カットしたり糸渡したりしてもいいです。編みやすい方法でやっていただけたらいいかと思います。で、この長編みのここですね、ここまでここから編みたいので、ここに針を入れて引き抜いて、ここから編みます。1、2、3目編んだら長編みで、前段の模様に従いながら模様編みを編んでいく。24段目ここまで編みました。
そうしたらですね、ここ長編みを途中まで編んで、最後は長々編みを、この長々編みと長編みの2目一度でこの段を終わりにして、斜めに減らし目をしていきます。で、次の段は立ち上がり鎖3目で、こんな感じで編み始め編み終わりで2目一度したりして減らし目をすることでアームホールを作っていきます。41段目まで前身ごろ編み終わりました。そしたらここが襟ぐりの一番上のラインになります。で、ここから肩の部分を編んでいきます。はい、それでは今ここで編み終わってる状態、ここからこの図案でいう左側をこう編んでいきます。で、ここまで編んだら糸を切って、今度ここ糸をつけて編んでいきます。それでは編みます。立ち上がり3目、もう図案通りに編んでいきます。長編み2目、1つ模様が肩のところにある感じですね。1模様分。特に特段変わったものはなく、ちょっとだけ両端が斜めになるようにアレンジされているので、図案通りに編んでいっていただけたらと思います。この糸模様の3目まで編めたら、その次を1目飛ばして、ちょっとこう斜めに柄がなる感じですね。これで42段目が編めました。で、43段目も図案に従って編んでいく。ちょっとこういう風に斜めになります。ここまで編みました。そしたら最後は中長編みと長々編みの2目一度、このように中長編み、針に糸をかけた状態、途中まで編みます。で、また2回糸を巻きつけて長々編み編んだら、この今針にかかってる4本の糸を一気に引き抜くと、中長編みと長々編みの2目一度が編めます。これで肩編めました。で、一旦糸をカットします。今度反対側編んでいきます。表裏の向きを同じにしたいので、裏側から編んでいきます。糸をつけて1、2、3目編みます。そして長編みを2目、図案通りに編んでいきます。で、1目飛ばしてまた長編み3目と、こんな感じで編んでいきます。こんな感じで前身ごろ後ろ身ごろ両方編み終わりました。それでは肩と脇を剥ぎます。こんな風に編み始めの糸が
左に来る方を表とします。なので今両方表なので、中が表になるように2枚重ねます。そしたらこの余ってる糸を使ってかがっていきます。引き抜き編み、針と糸で引き抜き編みだったりで剥ぎ合わせてもいいですし、ここは結構やりやすい方法でいいんじゃないかなと思っています。なんか結構柄に合わせたい時とかは細編みと鎖編みで編んだりするんですけど、結構もう柄が詰まってるので、こんな感じでくるくると上がっていっていいかと思います。で、この時にこの剥いだところが分厚くなるの嫌なんで、最後の目の内側1本ずつを拾ってかがってます。はい、そしたら脇も閉じていきます。脇は細編みと鎖編みで閉じていっちゃおうかなと思います。糸をつけて立ち上がりを編んで細編みで、全部、1段が長編みなので、細編み1目編んで鎖2目編んで、で次の段の長編みの頭らへんに細編み編んで鎖2目編んでって感じで、1段ごとに閉じるイメージですね。こんな感じで閉じていきます。こんな感じで脇も閉じました。そしたら脇は今カットしてません。ここから裾を編もうと思ってます。で、くるっと表に返して、でここから裾の模様を編んでいきます。それでは裾を編んでいきます。裾はぐるっとで240目拾います。立ち上がり鎖3目で全ての目に一度長編みを編んでいきたいと思います。全部で240目編みます。で、作り目は121目あったと思うんですが、ここ剥ぎ合わせてるところで2目を1つにまとめてるので、ぐるりで2目減って、本来だったら242目のところが240目という風に考えています。裾の1段目編めました。こんな感じ。そしたら2段目は立ち上がり鎖3目、もう1目編んで、1目飛ばしてその次の目に長編み。長編み1目と鎖1目の方編みを編んでいきます。はい、2段目も編めました。そしたら3段目はまた長編みを編みます。前段が鎖編みのところは側で拾って、前段長編みのところは長編み、鎖は側で、長編みには長編みという風に編んでいきます。その3段目編み終わりました。はい、それでは最後に縁編んでいきます。模様ですね。細編み1目、鎖2目、長編み2目の玉編み、鎖2目、長編み2目の玉編み、鎖2目。この模様を繰り返します。で、細編み編んだら前段2目飛ばして次の目に玉編み編んで、細編み2目飛ばして細編み。なので、1、2、3、4、5、6目で1模様となっております。はい、それでは編みます。立ち上がり鎖1目で細編みをまず編みます。で、鎖2目編んだら2目飛ばして次の目に長編み2目の玉編み、そして鎖2目でまた長編み2目の玉編み、鎖2目飛ばして
5枚。これを繰り返します。裾が編めました。それでは最後にこのアームホールぐるっと編んでいきます。アームホールはこのように拾っていきます。この黒い点の部分に長編みを編んでいきます。で、模様は長編み1、2、3、4、5目編んだら鎖3目のピコットを1、2、3、4、5目編んで鎖3目のピコット編む。これを繰り返していきます。で、こんな感じでぐるーっと編みます。それではアームホールのこの脇の部分ですね。脇の部分に糸をつけます。はい、そしてここから立ち上がり鎖3目を編みます。で、あとは図案を見ながら、ちょうどその黒丸の位置を見ながら編んでいっていけば、同じようにできるかなと思います。で、長編みを編んで鎖3目のピコットは1、2、3目鎖編みを編みます。そしてこの最後に編んだ長編みの頭と足を1本ずつ拾ってここに引き抜き編みをします。これで鎖3目のピコット。そしたらまた次図案通り長編みを編んでいく。で、だいたいこの鎖の部分とか立ち上がりの部分とか、この端の部分はこの目を割ったり、時にはこうスポッと編み入れたりバランスを見ながら編んでいっていただくといいと思います。で、鎖3目編んでピコットで全部を即ですくってこういう足を引くとちょっとゴロゴロしちゃうと思うんで、割れるところはなるべく割って編んであげると綺麗に仕上がると思います。ちょっと針入りにくいなとか割りにくいなってところは即ですくっちゃってもいいんですけど、割れるところは割って綺麗に編んでいってください。アームホール編み終わったら完成です。それでは最後にネームをつけます。ここ後ろ中心につけていきます。ネームついたら完成です。重さです。225、4グラ4、5グラムですね。6玉キーティーのアイコード、アイブと6玉以内で完成です。サイズは着丈が 43.5、身幅が45、そして肩幅が30センチとなっております。細かいサイズ、編み上がりのサイズなのは編み図をご確認いただけたらと思います。いかがだったでしょうか。太陽のトップス、ぜひこの暑い夏にたくさん着ていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。キーティーキーティーキーティーの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。